ひまりちゃん見て見て、冬のボーナスで買っちゃった限定品よ。レイさん、それすごく個性的ですね。でしょ。イタリアの有名デザイナーが手掛けた一点物よ。15万円。15万円のセーターがこれ？フレアさん、ビジネスセンスは超一流なのにファッションセンスだけバグってるんだよな。光る壺とか黄金の招き猫とかと同じ系譜。ところでひまりちゃん、返済の話なんだけど、現在のローン残高153万6550円。冬だからって暖房ガンガンつけてないでしょうね。暖房つけるお金ないんで大丈夫です。毛布にくるまってます。あ、その毛布も穴開いてるんですけど。あらエコね。じゃあこれ貸してあげましょうか。あったかいわよ。いや、そのセーターだけは遠慮します。友達に見られたら人生終わる。失礼ね。でもね、世の中にはこういうダサいセーターをわざと作って累計480億円稼いだ男たちがいるのよ。480億円？ダサいセーターで？じゃあレイさんのそのセーターも実はビジネス的には正解だったり？私のはガチのおしゃれよ。彼らのはわざとダサい。ここが重要なの。今日はその天才的なビジネスモデルを解剖してあげるわ。まず前提知識ね。アメリカにはアグリークリスマスセーターパーティーという文化があるの。わざとダサいセーターを着て集まるパーティー。わざわざダサい服を着てパーティー？なんでそんなことを？もともと80年代にクリスマスセーターが大流行したの。おばあちゃんが孫に編んでくれるようなトナカイとか雪だるまのセーターね。90年代にダサくなって廃れたんだけど、2000年代初頭にカナダのバンクーバーあたりであえてのダサさをネタにするパーティーが広がったの。いわゆるあえてのダサさってやつ。日本でいう蛍光色のウィンドブレーカーをあえて着るみたいな。2012年にはイギリスの慈善団体がクリスマスジャンパーデーを始めて、ニューヨークタイムズも特集するほどの社会現象になった。で、ここがポイント。Google トレンドでは毎年12月に検索が爆発してたのに、ダサいセーターを新品でちゃんと売ってる会社がほとんどなかった。みんな中古屋で探してたの。ブルーオーシャンじゃないですか。そのブルーオーシャンに飛び込んだのが2人の大学時代の友人よ。エヴァン・メンデルソンとニック・モートン。どんな人たちだったんですか？エヴァンは大手法律事務所の弁護士。ニックは歯の根っこの治療をする歯科専門医。UC サンディエゴで同じフラタニティの仲間だったの。弁護士と歯医者？めちゃくちゃエリートじゃないですか。なんでダサいセーターを？2人ともパーティーが大好きだったんだけど、中古屋に行っても気に入るセーターが見つからない。で、エヴァンは副業で SEO もやってて、Google でアグリークリスマススウェッターの検索ボリュームが爆発してるのに、販売サイトがほとんどないことに気づいたの。 SEO やってる人だからこそ気づけたんだ。データに基づく発見。2011年のある日、エヴァンはニックに電話したの。おい、クレイジーなアイデアがある。ダサいセーターを売ろうって。歯医者に電話してダサいセーター売ろうぜって。友情の温度差すごい。でもニックは即答でやろう。2人で8万ドル、約1200万円を出し合ってスタートしたわ。ただしエヴァンは賢かった。法律事務所を辞めずに、昼は弁護士、夜はセーター屋。副業で検証したの。副業スタート。まず小さく試してリスクヘッジしてる。ブランド名を Tipsy Elves にした。ほろ酔いの妖精たちって意味ね。2011年のクリスマスシーズンに最初のコレクションを発売。12デザイン、約5000枚を仕入れたの。クリスマス前に全部売り切れたわ。
初年度で37万ドル、約5500万円の売り上げよ。5000枚完売。副業のサイドビジネスで。いや、市場ガラ空きすぎるだろう。 SEO の知識でネット検索のトップを独占したの。需要があるのに供給がない。ここがミソよ。需要の通知だけ鳴ってんのに棚が空っぽの世界。そこに SEO 持ちが座った。強すぎる。翌年はさらに伸びて100万ドル近く、約1億5000万円。2年で累計2億円レベルに到達したわ。でもエヴァンはまだ法律事務所を辞めてない。多くの人はアイデア一つで全掛けして借金まみれになるって。小さく始めて検証する。これが彼のやり方だったの。それ完全に私に刺さってるんですけど、2億売ってもまだ副業とか正気か。転機は2013年12月、アメリカの投資番組シャークタンク、日本でいうマネーの虎ね。シャークタンク、投資家の前でプレゼンして出資を勝ち取る番組。10万ドルの投資を求めて持ち分 5% を提示。会社評価額3億円よ。投資家たちも最初は半信半疑だったけど、2年で86万ドルの売り上げを聞いた瞬間、目の色が変わった。最終的にロバート・ハージャベックが10万ドルで 10% の持ち分を獲得。彼は後にこう言ったわ。私は商品にかけたんじゃない。この2人にかけたんだ。かっこいい。人を見て投資するんだ。出資が決まってようやくニックは歯医者を辞め、エヴァンも弁護士を辞めた。確信を持ってからフルコミットよ。出資が決まってから辞めるんだ。本当に確信持ってからしか動かない。シャークタンク放送後、何が起きたと思う？売り上げ増えたんですよね。倍くらい。倍？桁が違うわ。86万ドルから800万ドル。日本円で約12億円。たった1年で10倍になったの。10倍？ダサいセーターが12億？いやいやいや、服ですよ。しかもわざとダサいやつ。テレビの爆発力よ。全米の何百万人が面白い、パーティーに着ていこうと思ったの。さらに2015年、ハリウッド映画 The Night Before でセス・ローゲンたちが Tipsy Elves のセーターを着たの。ソニーピクチャーズとライセンス契約を結んで、映画に出たセーターをそのまま一般販売。ハリウッド映画でプロダクトプレイスメント？しかもそのまま売るんですか？公開初週末だけで5800万円の売り上げ。セス・ローゲンが着たハヌカのセーターがバカ売れ。映画のグッズ商法、アニメと同じ構造だ。2019年には年商30億円。商品も10種類から2000種類以上に爆増したわ。ロバートはシャークタンクでの最高の投資だと公言してる。10万ドルの投資が億単位のリターンにすごすぎる。なぜダサいがビジネスとして最強なのか解剖するわよ。第1、品質を問われない。ダサいのが目的だからダサいほど正解。原価を下げても品質クレームが来にくい。ファストファッションの課題を定義レベルで回避してる。第2、勝手にバイラルする。パーティーで着る、写真を撮られる、SNS に上がる。全部ただの広告よ。ダサいほど写真を撮られて、撮られるほど宣伝になる。逆転の発想。第3、季節を拡張できる。クリスマスだけじゃなく、ハロウィン、独立記念日、バレンタイン、さらにスキーウェアやパジャマにまで。パーティーで目立つ服に軸を広げたの。年中稼げるなら一発屋にならない。コンセプト経営だ。そして第4、原価率が異常に低い。アクリルのセーター原価は約1500円。それを6000と9000円で売る。粗利率 70% 以上。70%？ ダサいのに高く売れる？ダサいから安く作れて、
ネタだから高く売れるってこと？ダサい価値がないじゃなくて、ダサいエンターテインメントに転換した瞬間、原価と価格の常識が壊れるのよ。価値の定義を変えるんですね。温かいじゃなくて笑えるで勝負してる。まとめよ。Tipsy Elves の累計売上は 3.17 億ドル、約480億円。10種類のダサいセーターから480億円。学べることは3つ。1つ目、市場の空白を見つけろ。需要があるのに供給がない場所はまだどこかにある。2つ目、弱みを強みに反転させろ。ダサいは欠点じゃなくてエンタメに変えれば最大の武器になる。3つ目、小さく始めて確信を持ってからスケールしろ。エヴァンが弁護士を辞めたのは出資が決まった後よ。小さく始める、確信を持つ、メモメモ。で、ひまりちゃん、何か思いついた顔ね。思いつきました。日本でダサいセーターを売ります。名付けてひまりコレクション。ハフダサセーターシリーズ。納豆柄、たくあん柄、梅干し柄、味噌汁柄、全10パターン。日本の朝ごはんをセーターで表現します。原価計算はしたの？素材費5000円、デザイン外注3000円で原価8000円、売値1万円、粗利 20% です。釣り 90%？ Tipsy Elves は 70% よ。話にならないわ。まあいいわ、やってみなさい。徹夜でデザイン、3日かけて全10色完成。いざフリマへ出陣。売上ゼロ。8週間後、李さん報告があります。顔見ればわかるわ。で、何枚売れたの？ゼロです。フリマに3日間出して SNS にも上げて友達にも声かけて全部で10枚。1枚も売れませんでした。見せてみなさい、その在庫。これですけど。ちょっと待って。何このデザイン。ダメでした？ダメじゃないわよ。最高じゃない。この梅干し柄のグラデーション、もはやアートよ。たくあん柄の色使いも攻めてるわ。私のイタリア製より全然いいわ。ドラさんがいいって言うってことは確実にダサいやつですよね。チェンソク揃えたいわ。10枚全部買う。1枚3万円で。それと同じデザインであと20枚ずつ追加で作りなさい。オフィスの来客用ギフトにするわ。10枚買い取りで30万、追加200枚の制作費も前払い、合わせて30万円。制作費は借金から相殺でいいわ。つまり借金が30万円減るってこと。本当ですか？借金が減る？人生で初めて借金が減る。まあ私のコレクションに加えるだけよ。光る壺の隣に飾るわ。やったー！借金が153万から123万に初めて減った。初めて。でもまだ123万あるからね。油断しないで。でも減ったんです。ゼロに向かってる。希望が見えた。ところでこのセーターの S サイズある？私行きたいんだけど。ミジさんが来たらそれこそ最高にアグリーですよ。あ、褒めてますから言及しないで。目が泳いでるわよ。ティプシーエルブズも最初は友達に売ったんです。ライさんが最初の顧客ってことは480億への第一歩ですよ。480億の第一歩が納豆セーターって前途多難にも程があるわね。今日はここまで。登録よろしくね。チェキン123万。でも減ったんです。来月率つくけどね。
またね。バイバイ。